What's up? Welcome back to my channel. こんにちは、タキです。このチャンネルの動画は、日本語を勉強している人に向けた言語学習動画です。日本語を聞く練習に使ってください。今日の冒険は、遠くの場所まで簡単に行けるショートカット。そんな、ちょっとワープみたいな仕組みを作ります。前の動画で友達のみかげさんが言ってたやつです。それでは、早速始めます。そのショートカットの仕組みは簡単で、あの赤い世界、ネザーの世界を通ります。あっちの世界では距離がこっちの世界と比べると8分の1らしいです。つまり、ネザーの世界で100メートル歩くと、こっちの世界では800メートル歩いたことになります。本当？試します。今200メートルくらい歩いて崖の村に来ました。この辺りにポータルを作ります。僕の家からここまで約200メートル。つまり200を8で割ると25。だからネザーの世界で25メートル歩けばここに来れるはず。ポータル起動。そしてポータルに入らずに一旦家に帰ります。200メートルってそんなに遠くないけど、ちょっとだけめんどくさい距離や。よし、家の前に着いた。ネザーの世界に行ってきます。おお、怖っ。相変わらず怖い音やな。よし、25メートルくらい進みます。この赤い壁の奥か。掘りながら進もう。そういえば、ショートカットっていう単語は、英語のショートカットと同じ意味です。日本語の場合は、アクセントはないけど、最後のとのトーンが低いかな。ショートカットみたいな感じ。お、びっくりした。溶岩の滝や。そろそろ25メートルくらい進みました。ここにポータルを作って、ポータル起動。これが崖の村につながるはずや。行ってきます。ちょっと緊張する。ドキドキ。お、ここは崖の村や。ショートカット成功。わーい。やったー。よし。このままもっと遠くまで行きます。前に砂を集めに行った砂漠。ここから砂漠までの距離は800メートルくらいなので、このまま進みます。100メートルくらい進んで、そこでポータルを作れば、砂漠に出れるはず。ワクワク。ぬお。危ない。やっぱりネザーの世界は危険やな。見てこれ。突然崖があって、下は溶岩の海や。落ちないようにガラスで壁を作ります。本当に危険な世界やな。危険とか危ないとか注意とかは重要な単語です。日本の看板とかは漢字で書いてあるから、まず最初に覚えると役に立つ漢字やと思う。おお、敵のお城。ああ、ここは砦か。なるほど。ちょっと下から弓で攻撃されてると思ったら、なんか恐ろしいモンスターがめっちゃいるっぽい。怖っ。階段を作りながら、もう少し上の方に道を作ります。おお、高いし、下は溶岩の海やし、恐ろしい。
僕は高所恐怖症じゃなくてよかった。高所恐怖症って漢字アレルギーになりそうな単語やな。もし漢字の意味を理解できたら、単語を知らなくても、高いところが怖い症状みたいな感じで意味がわかるから便利なんやけど、なかなか漢字は量が多いから辛いよね。漢字の学習は時間がかかるから、もし興味がある人は少しずつ勉強するといいと思う。日本人は学校で10年以上かけて漢字を学習するし、漢字はとても時間がかかる修行です。そろそろ100メートルくらい進みました。この辺りが砂漠のはず。ここはモンスターのお城の正面や。仕方ない。この辺りにポータルを作ります。この黒い石で四角の枠を後ろのお城の屋上にスケルトンがいて、弓で撃たれ、落ちた。溶岩の海に。恐ろしいな。気をつけて作業します。ショートカットの道を作るのは簡単やと思ってたけど、結構大変やな。よし。そしてポータルを起動。この向こうに砂漠があるはずです。よし。ここは。砂漠や。前に砂を集めに来たところ。完璧や。すごーい。以前ここに来る動画の撮影は確か1時間くらいかかったのに、ショートカットを使えばすぐに来れる。便利。よーし、続きを作ります。次は最後の目的地。前回の動画で言った氷の国です。あっちの世界やと4000メートルくらい離れてるので、4000を8で割ると 500 メートル。このまま500メートル進みます。氷で床を作ると少しだけ速く走れるって聞いたけど、滑るから作るの難しいな。氷って英語でアイスやけど、日本語でアイスだけ言うとお菓子っぽい気がする。クラッシュアイスとかアイスコーヒーとかお菓子以外のアイスもあるけど、ちなみに僕の好きなアイスはコンビニで売ってるチョコモナカジャンボです。美味しい。外国の人がチョコモナカジャンボって発音してるのを聞いたことがあるけど、ノーアクセントで続けてチョコモナカジャンボって言うと日本人っぽい発音になります。多分日本語系 YouTuber でこの発音を説明してるのは僕だけやと思う。そういえば日本語に詳しくない人はラーメンの発音が少し英語っぽくなってる人が多いです。ラメンみたいな。でも確かにこれを読むとラーメンじゃなくてラメンになってしまうかも。僕はラーメンって英語でこう書くんじゃなくてラーメンこう書いた方がいい気がする。これは誰に言ったらいいんやろ。日本の政府かな。ラーメンの発音の話をしてる間にそろそろ500メートルくらい進みました。この辺りがあっちの世界では氷の国のはずや。ここは深紅の森、赤い森エリアか。ちょっと後で探検します。先にあっちの世界につながるポータルを作ります。
この辺やと思うけど、海の中やったらどうしよう。よし。ポータルを起動します。そして入ります。よいしょ。ちゃんと氷の国につながることを祈ります。お、氷や。ショートカット成功。やったー。氷の国、おげー本気。なぜそこ山の頂上やん。いや。もっと広い場所がたくさんあるのに。まあいいか。家から氷の国までのショートカットが完成しました。ちょっと不便な感じになったけど。さて、今日の冒険はここまでです。動画を見てくれてありがとうございました。僕の動画が日本語学習のお役に立てれば嬉しいです。コメントもお待ちしています。じゃあまたね。よいしょ。まだいますか？ここからはストーリー、痛い。不便な場所にあるポータルやな。よし、ここからはストーリータイム。さっきより少し速いスピードのより自然な日本語で少しだけ話をします。そしてこのポータルはちょっと危ないから改造します。今日は僕が最近好きな〇〇みたいな話。まずは、ラーメンの話。最近好きなラーメンは、正直に言うと、ラーメンよりも担々麺が好きです。担々麺とはラーメンに似てるけど、少し辛くてごまの香りがする美味しい中華料理です。僕は東京の渋谷にある中島という中華料理屋の担々麺が一番好きです。中島では何を食べても美味しい。東京に来る機会があれば行ってみてください。あと最近好きなゲームは今はこれしかやってないし、あとは最近よく聴く音楽はさゆりの花の塔かな。アニメの曲。最近好きな YouTube。僕は YouTube めっちゃたくさん見てて、メインは英語の勉強やけど、他にも日本語学習系と動画やカメラの勉強もしてます。最近のお気に入りはリアルジャパン？知ってる？結構有名なチャンネルやから知ってる人も多いかも。僕はめっちゃ面白いと思うんやけど、でも家族に言っても友達に言ってもあんまり反応が良くなかった。日本人よりも外国の人に人気のチャンネルかもしれない。面白いと思うんやけどな。もし見た人がいたら感想を教えてください。よーし。でっかいポータルの枠を作った。そしてこの剣の形のポータルを起動します。できた。まるで海に刺さった巨大な剣みたい。そして山の上のポータルより安全で使いやすくなった。さて、今回の動画はこの辺りで終了です。最後まで動画を見てくれて本当にありがとう。じゃあまたね。